皆さんこんにちは。先日の台湾 Vlog いかがでしたでしょうか。本日は先日行った台湾旅行で購入したお土産をご紹介したいと思います。全20品以上あるんですけれど、その全てが今回食品でした。ぜひ最後までご覧いただけると嬉しいです。それでは商品をご紹介します。まずは無印良品で購入したものをご紹介します。4つ購入してきました。1つ目がこちら、ゴールデンダイヤモンドパイナップルのドライフルーツです。179元、日本円で805円でした。他にもドラゴンフルーツであったりとか、アイブンマンゴー、グアバーなどの種類があったんですけれど、このゴールデンダイヤモンドパイナップルのドライフルーツを購入しました。台湾の高級パイナップルとして高雄などで生産されているようです。ゴールデンパイナップルの糖度が14度以上あるという完熟パインのようなドライフルーツになってます。袋を開けた瞬間に濃密な香りがすごくて、砂糖不使用なのにこんなに甘いのと驚きの商品でした。2つ目がですね、こちら東方美人のゴーフレットです。値段が69元で日本円にして310円ほどでした。中には5枚入っております。他にもですね、数種類のお茶のフレーバーだったりとか、あとライチのフレーバーもあって結構珍しいなと思いました。東方美人は蜜の香りが特徴的なお茶で、発酵度が高いので紅茶に近い味わいと言われています。ほんのり甘く、口に入れると東方美人の香りが広がる商品でした。続いてはですね、こちらタロイモポテトチップスです。49元でおよそ320円で購入しました。ここに台湾産の芋を砂糖で味付けした甘くて濃厚な芋の味をお楽しみくださいと記載されています。タロイモというのはですね、里芋のようなねっとりした食感があるお芋のことなんですけど、結構台湾ではポピュラーな食材で、台湾スイーツのトーファーなどのトッピングに団子状になって使われていたりすることがよくあります。面白いし珍しいものだなと思ったので購入しました。表面には甘さの中に塩気もあるパウダーがついていて、後からタロイモの味をしっかり感じることができる固めのチップスでした。続いてこちら無印良品で購入した4つ目の最後の商品です。鉄観音茶のポップコーン49元、日本円で220円で購入しました。でこちらの説明書きには着色料や香料が不使用と記載されております。鉄観音茶はですね、結構フルーティーな香りで香ばしさも感じられるお茶で、そのお茶のチョコがサクッとした食感になっていて香ばしさもあり、最後にお茶の香りがしっかり残る商品でした。台湾のコンビニセブンイレブンで購入したお土産をご紹介します。1つ目はこちら、見た目はかっぱえびせんを4等分したくらいの小ささのお菓子なんですけど、どんな味なんだろうかなってずっと気になってはいたので今回購入してみました。値段は10元、日本円で45円です。かっぱえびせんよりもエビの味が強くて、塩味とスパイシーな中にエビの甘みうまみがあってとっても美味しかったです。続いてがですね、こちらクルアゴーのオリジナル味ですね。こちら20元、約90円で購入しました。台湾土産として結構有名なんですけれど、私自身は食べたことがなくて今回初めて購入しました。こちらがエンドウ豆でできたスナック菓子になっていて、他にもわさびであったりバジル、スパイシー味などが展開されていました。袋を開けるとパンチのある香りがすごくて、どちらかというと生に近いニンニクの香りがしました。最後に豆の風味もしっかり感じる商品です。続いてがですね、こちら化学麺のミニサイズです。スーパーに行った際に大袋の化学麺があったんですけど、ちょっと味を忘れてしまったのでもう一度買ってみようということで、コンビニでミニサイズを10元45円で購入しました。台湾では左のベビースターのように粉々にしてパウダーをかけて食べるのが主流です。
私は欲張りに1つで2つの食べ方をしました。お気に入りはスナック菓子として食べる食べ方で、香ばしいインスタント麺に甘さもある胡椒が効いたパウダーが食欲をそそります。250ml よりももう少し少ない熱湯でも良かったかなという印象です。続いてがですね、こちらワンワンと読むんですけれど、このワンワンも台湾土産として人気の商品です。こちらは69元310円で購入しました。中にはですね、2枚入りの個包装が20袋合計40枚入っていて、このワンワンという意味は台湾では運気がだんだん良くなるという意味で使われています。ハッピーターンよりもエアリーな食感になっていて、味調べと似たような甘じょっぱさのあるパウダーが美味しくて、何個でも食べられそうな商品でした。こちらコンビニで購入した最後の商品はシーフード味です。25元で112円で購入しました。シーフードの他にキムチ味だったりとか牛肉味もありました。中には調味油と粉末が入っているので、両方お湯を注ぐ前に入れます。わかめがたくさん入ってて、日本人も好きな塩ラーメンという感じでした。この大きさが小腹を満たすのにちょうど良かったです。続いてはですね、スーパーで購入した商品をご紹介します。私が行ったのはカルフールの競輪店、シーメンの駅と龍山寺の駅の間ぐらいに位置するスーパーに行って3品お土産を購入してきました。1つ目はですね、こちらドクター Q のパッションフルーツこんにゃくゼリー51元230円で購入しました。パッションフルーツのこんにゃくゼリーっていうのは日本ではあまり見かけないっていうのと、シンプルに美味しいので今回こちら購入しました。中にはですね、パッションフルーツ果汁が 16% 配合されていて、結構パッションフルーツを感じることができるこんにゃくゼリーです。こちらも同じシリーズのマンゴーこんにゃくゼリー51元230円で購入しました。台湾産のマンゴー果汁が 22% 配合しているようです。あと他にはですね、ライチ味があったんですけど、ライチ味買えばよかったなって今ちょっと思っています。続いて3品目はこちら、もう有名ですね。台湾限定で販売されている本だしのホタテ風味になります。こちらが 40g 入っている28元126円で購入しました。もうね、すでに開けてしまっているんですけれども、この本だしを使ってチャーハンを作りました。ご飯 200g に対して大さじ1を入れ、ほぼそれのみでちょっと醤油垂らして入れたんですけど、貝の旨味が爆発していましたね。結構開けた瞬間にもすごい香りがするって感じがしたんですけど、味にもしっかり貝特有の旨味が出ていました。こちら裏にはですね、卵焼き、キャベツと桜エビの炒め物に関するレシピが載っています。適価街で購入したお土産をご紹介します。全部で4店舗からお土産を購入しました。1つ目はですね、プリンケーキっていう意味が店名には入っているふわふわシュワッとした食感のケーキが販売されています。で、こちらで黒糖餅140元630円で購入しました。賞味期限は3日と記載があって、冷蔵保存がおすすめと書いてあるんですけれど、販売店では常温で売られていました。以前にも一度購入したことがあって美味しかったので、今回はリピートということで購入しました。タピオカが入っているので、タピオカを噛むことでより黒糖のコクのある甘さを感じることができます。台湾で売られている台湾カステラはしっかりした包装などはされてないんですけど、箱売りされているのでお土産なんかにもいいかと思います。紅茶味も買ったことがありました。そちらも美味しかったです。続いてはですね、こちらのからすみパウダーです。380元で購入しました。天然からすみのみを扱うからすみ屋さんで、他にも XO ジャンなど調味料がありました。店員さんが日本語が堪能な方だったので、
いろいろお聞きすることができるかと思います。保存方法も丁寧に書いてくださっていて、冷凍だと1年、冷蔵だと3ヶ月、常温だと1週間持つそうです。私たちはですね、冷蔵庫に入れていたんですけど、ちょっと3ヶ月使い切れるかわからなかったので、今は冷凍庫にしまっています。本当はカラスミ自体を買うつもりではいたんですけど、調理をする際にするのが大変だったり、そのすったところに詰まってしまって、面倒な部分があるということで、夫の希望によりパウダーが売っていたので、ここで購入しました。結果的にはパウダーで良かったかなと思っています。先日ですね、夫がこのカラスミパウダーを使ってパスタを作ってくれて、しっかりカラスミを感じることもできましたし、とても美味しかったです。続いてはこちらの野菜チップスですね。こちらがインゲンチップス、こちらが野菜チップスです。それぞれ140元630円で購入しました。ナッツ系の食品だったりとかドライフルーツがメインで販売されているようなんですけれども、私たちはこちらのチップスを買いました。このお店のいい点としましては、その全ての商品が真空パックになっていまして、こういった野菜チップスであったり食感の軽いものっていうのは飛行機に荷物を預けたり、その帰路の途中で割れてしまったりっていうこともあるんですけど、こちらはそういった心配がないっていうのと、密閉されているので新鮮な状態で食べられるっていうのと、スーツケースに詰めやすいっていうのがいいなと思いました。あまりね、適価外ではそういった真空パックにしているようなお店が私は知らないので、こちらで野菜チップスを買えてよかったなと思っています。もうちょっとしっかり店内を見たらよかったなって思うところではあります。野菜本来の味がギュッと凝縮されていて、噛めば噛むほど味が出る野菜チップスでした。続いてがこちら、適価外で購入した最後のお土産になります。デトックスウォーターを5つ購入しました。それぞれ値段がちょっとずつ違います。購入したお店はですね、漢方を取り扱っているお店なんですが、私が好きなのはこちらのドライフルーツが入ったデトックスウォーターです。今まで適価外には4回ほど訪れているんですけれど、こんな感じでそのデトックスウォーターを個包装で売られているのはここしかまだ見つけられていないですね。店内は撮影ができないので、店内の感じを言いますと、中は漢方が結構あるんですけど、店先にですね、数十種類お店がオリジナルブレンドとしてドライフルーツをブレンドしたものを並べられているという感じです。もう本当に結構たくさんの種類が並べられているので、自分好みのパックを見つける楽しさがあって、私はここで購入するのが結構好きです。でまた個包装っていうのもあって、少量で試せたりとかばらまき用にもできるので、こちらはねとてもおすすめです。使い方としましては、裏にですね使用方法が書いてありまして、 300ml の冷水に30分置くか、300ml の熱湯に10分置くことで味が染み出るようです。私はですね500ぐらいは使えるようなイメージです。こちらはスリランカの紅茶、パッションフルーツ、オレンジ、リンゴのドライフルーツが入ったデトックスティーです。これらをすべてティーポットに入れて 300ml のお湯を注いで10分ほど待つと、フルーツの華やかな甘い香りが湯気とともに香ってきました。芳醇な香りとフルーツの優しい味わいを感じることができるお茶です。続いては台中で購入した商品をご紹介します。1つ目がですね、こちらリーシャで購入したひし形チョコレートアーモンドシーソルトというチョコレートで180元810円で購入しました。賞味期限は少し短めの3週間になっていて 60g 入っています。宮原眼科が経営する日の出グループが手掛ける一番新しいお店かと思うんですけど、お茶の専門店としてコロナ禍の一時閉業を経て再開したお店です。なので店内は宮原眼科に比べると人が少なくて、結構ゆったりできるような
雰囲気のお店です。私は宮原眼科ももちろん好きなんですけど、光の入り方だったりとか空間の作り方がとってもおしゃれで素敵だなと感じています。置いてある商品もですね、宮原眼科と同じものもあれば D 社限定のものもあるので、新しい台中の観光スポットとしてマストになってくるんじゃないかなというお店になっています。台中のこのお店でしか買えないものがあるっていうその限定品に私は弱いので、そういったものがあると買ってしまいますね。台中旅行、台中 Vlog の動画に載せていますので、そちらをぜひご覧ください。こちらの商品もですね、D 社のみに置いてある商品になっています。で、最初にドリンクを買ってちょっと休憩してからお土産を見ていたんですけど、そのお土産購入した際に最初のレシートあるって聞かれて、プレゼント引き換え券みたいなのが一緒についてたみたいで、それを渡したら、なんとですね、こちらの蜂蜜飴をプレゼントとしていただきました。プレゼントでこんなのいただいていいのっていう、なんならチョコレートよりも結構値段のする220元分のプレゼントをいただきました。限定だったのかもしれないんですけど、とっても嬉しかったです。続いてはこちら、宮原眼科で購入した配分マンゴードライフルーツのホワイトチョコがけになります。お値段が220元990円で購入しました。賞味期限1ヶ月で中身は 60g 入っています。宮原眼科はですね、日本統治時代の建築をリノベーションしたお店になっていて、台中を観光した人ならば知らない人はいないんじゃないかという台中一の観光スポットかなと思います。以前にも購入したことがあって美味しかったこちらの商品を購入しました。他にもですね、10種類ぐらい種類はあったかなと思います。愛文マンゴーは台湾の中でも特に人気のマンゴーで、濃厚な甘さだったり香りがあるマンゴーです。宮原眼科で有名なのはパイナップルケーキだったりとか、あとはアイスクリーム、お茶とか結構いろんな商品があるんですけど、私はこちらの商品が好きで今回も購入しました。台中での購入品は以上となります。続いてはですね、最後になるんですけれども、台北で購入した商品を一つずつご紹介していこうと思います。台北で購入したのは全部で4種類になります。まず1つ目はですね、ちょっと食べてしまってここにはないんですけれども、台湾のミスタードーナツで購入した商品です。台湾でよく目にしていたミスドなんですけど、駅にミスドがあるイメージがあります。商品のラインナップ的には比較的ポン・デ・リングが日本よりは多いイメージで、今回ですね、期間限定フェアで台湾で人気のタピオカ店とコラボした商品があって、もちろん日本では販売されていないので、帰国日にそれらを購入してお土産として持って帰ってきました。期間限定で日本には絶対ないだろうという商品も販売されていたりするので、台湾に行く際はぜひ台湾ミスドをチェックしてみてください。今回購入したのは4種類でして、全てポン・デ・リングですね。ポン・デ・リングに黒糖クランチが乗っているものだったり、あとはホワイトチョコを半掛けしてあって、その上に黒糖蜜がかかった、またその上にチョコが乗っていたり、黒糖商品がメインでありまして、そちらを購入しました。しっかりね、黒糖の味があってとても美味しくいただきました。続いてはですね、こちらクッキー886で購入したミックスクッキーの小サイズになります。お値段が305元、日本円で1372円ほどになります。チョコクッキーが12枚、プレーンのクッキーが11枚の計23個入っています。こちらの賞味期限が20日ほどになっていて、常温保管と書いてありました。プレーンとチョコと、あと紅茶もありました。その3種類ですかね。クッキー専門店で台湾土産としても人気なんですけど、私はこの食感がとても好きで、食感とこのバターの香りが好きで、今回はリピート買いしました。
以前はですね台湾に住んでいたので持ち帰りにそんなに気を使うことなく買ったんですけど、今回は日本に持って帰るということでホロホロしてて割れやすいクッキーになっているので、そこら辺を気をつけながらこちらは手荷物で慎重に持ち帰ってまいりました。続いてはこちら四漢寺にあるお店で購入したマカロンヌガーと金銭茶の3部クッキーになります。お値段がそれぞれ110元495円と65元292円です。もともとですねこのマカロンヌガーというもの気になっていまして、バラ売りされていましたので今回試しで購入しました。発想がとても面白いなと思ったんですが、私の顎が軟弱なのかちょっと硬くて噛み切るのが難しかったです。こちらは金銭茶のサンドクッキーということで、こちらも気になって購入しました。クリームは抹茶のようなほのかに苦みのある味わいで美味しかったです。最後はですねこちらミスターブラウンコーヒーのカフェで購入したドリップコーヒー30元135円で購入しました。ミスターブラウンコーヒーは台湾で有名なウイスキーのカバランウイスキーと同じ会社が手掛けているコーヒーカフェチェーンでして、今回初めてカフェに訪れたんですけど、とてもおしゃれで落ち着く空間でした。こちらでですね購入した商品は以上となります。台湾お土産購入品動画いかがでしたでしょうか。最後までご覧くださりありがとうございます。バイバーイ。